今日私は BMW の R18、R18 に試乗しています。今日試乗している個体はファーストエディションということで、スタンダードモデルと比べるとやや豪華な仕様となっていますが、その乗り味はスタンダードモデルと変わらないということで、スタンダードモデルの購入を検討しているという方はこの動画が参考になるのではないかと思います。この R18 ですが、実は発表試乗会があって、一応映像は撮ったんですが、その時もひどい雨と風ということで素材自体がボツになったんですが、で改めて今日乗っているわけですが、またこの天気と仕方ないですね。今日はこのまま撮影を続行していきたいと思います。このモデルといえば巨大な水平対向2気筒エンジン、いわゆるボクサーエンジンが最大の特徴というか魅力になっているわけですが、今日改めてこうして試乗してみると、やはりこのエンジンは相当大きいなという感じがします。排気量が大きいとか重いとかそういうことだけではなくて、見た目の威圧感がすごいんですよね。車体からですね、これでもかというぐらいその2本のシリンダーが左右に突き出ていて、パッと見ですね、本当にこんなものが運転できるのかというぐらい迫力、押し出しが強いわけですが、実際に乗ってみると結構普通に乗れてしまうというのが正直な感想です。もちろんですね、車重は300キロを優に超えていますし、ライダーの体格を選ぶというところはありますが、極論言ってしまえばライディングポジションさえしっくりくれば、このモデルはかなり多くの方が楽しめるモデルになっているのではないかと思います。今私は6速トップギアで高速道路を巡行しているんですが、速度はだいたい80キロぐらい。この状態からですね、ちょっと右手を開け閉めしてみたいと思います。特に高速道路上ではこのように開けて閉めて開けて閉めて、こういう乗り方をする方が多いんじゃないかと思いますが、スロットルオフの時はともかくとして、こう開けた時には本当にこれが BMW の音なのかというぐらい、かなりですね、こう迫力のある音。しかもこのモデルはサイレンサーの開口部が、これも今時珍しいですが、フィッシュテールタイプ、開口部が平たく潰されたような形となっていて、これが結構効いているんじゃないかと思いますが、とても歯切れのいいツインらしい音を聞かせてくれます。スロットルを開けた時にはかなり激しいそのエンジンの鼓動感というかバイブレーションがもうライダーにもたっぷりと伝わってくるという感じ。このモデルがライバルと想定しているのは、特にハーレー・ダビッドソンのビッグツイン系の各社だと思いますけれども、それらにも匹敵する豊かなバイブレーションであるなと思います。このモデルは3種類の走行モードを搭載しています。今ロックという最も元気のいいモードでこう走っているわけですが、今ロックですね。ここから今ちょうど雨も降っていますのでレインに切り替えましたけども、スロットルのレスポンスは穏やかになるなという感じなんですけれども、そのスロットル開け始めの穏やかなところから先ほどのドドドッという元気のいい領域までスムーズにつながっていくんで、最終的にスロットルをワイドオープンしてそのまま待っていると、先ほどのロックと変わらないような豊かなバイブレーションが味わえるような、そんなチューニング味付けになっています。はい、で今ロールという、これはおそらく最もスタンダードな走行モード、さまざまな走行条件に合致するモードだと思いますが、スロットルレスポンスは先ほどのロックと比べるとほんの少し穏やか、ですがバイブレーションはロックの方に近いかなという感じ、総じて元気がいいですけれども扱いやすくもあるという、そんな走行モードであると思います。はい、今またね、せっかくですから一番元気のいいロックに設定しましたけれども、そうですね、やっぱり、ロックの方がスロットルを開けた時の最初のドンっていう押し出しがかなり力強いという、そういった感じですね。いつもの高速道路の坂道、一番勾配のきついところですが、さすがにこれぐらいの排気量ともなると、先ほどから全くこの坂道を意識しなかったんですよね。それぐらい力強くこの勾配を登っていってくれます。
最高出力自体はその数値から想像するほどではないんですよね。それに対してですね、とにかく強大なトルクを3000回転ぐらいで発生するエンジンということですから、極端なというかね、かなりの低速トルク型のエンジンであるということは間違いないのではないかと思います。それではちょっとエンジンを回してみたいと思います。はい、今4速までシフトダウンしました。この運転席、ライダーズシートから撮っているカメラで捉えられましたかね。もう一回やってみましょうか。今5速、6速で、ここからシフトダウンします。はい、ぐらっとこうシフトダウンするたんびに車体が微妙にこう左に傾くというところが映像で捉えられればいいんですけれども、エンジンのね回転に対する反動が車体に伝わって、それがね車体を左側に傾けようという、そういった反応として出てくるわけですけれども、それをネガと捉えるのではなく、一つの味としてあえてね、こういったトルクリアクションを軽減するような措置も取られていないのではないかと思っています。それでは話をまた元に戻して少し回してみたいと思います。はい、今4速にシフトダウンしました。はい、もうエンジンがある程度回り始めると、こうトルクの塊のような、そんな感覚を伴って前に猛突進していくと、これまでの BMW からは全く想像もつかないような乗り味であると私は感じます。もう一速落としてみます。はい、今3速。こういうキャラクターのエンジンではありますが、結構軽やかに回るという印象もあります。ただ軽やかに回りつつもですね、ライダーにはずっとこう等間隔のこうビートが伝わってくるといった感じで、今言った通り回してもいいんですけれども、やはり高速道路上ではね、これもハーレーと同じような楽しみ方だとは思いますが、こう開けて、惰性でこうスーッと走って、また開けて、こういった走り方をするのがやはり似合っているかなとは思いますね。ただ、先ほども言った通り、ある程度回しても楽しいエンジンであるとも思います。この巨大なボクサーツイを搭載しているフレームは、オーソドックスなダブルクレードタイプのフレームと、姿としてはかつての BMW の名車 R5 をオマージュしているということで、リア周りに関しては一見リジット風に見える、スイングアームとフレーム周りの構成を採用しています。このモデルの場合はその水平対向日東エンジンをフレームの結構低い位置に搭載しているので、こうして乗っているとですね、重心がとにかく低いんですよね。地を這うような低重心が味わえるというような形になっていて、冒頭部分で言った通り、ライディングポジションさえ適合するのであれば、このモデルはね、結構普通に乗れてしまうんですよね。それぐらい安心感が高いモデルであるとも言えると思います。また、このエンジンは、これもね、最近ではちょっと珍しくなってきましたけれども、OHV エンジンを採用しているということで、このエンジンのヘッドを軽く作れるということもあって、高速道路上での身のこなしも、このエンジンの横幅からは想像もできないぐらい身軽だという印象です。こうやってね、高速道路上でこう軽く揺すれば、それなりにこう船のようにグラングランとスラロームもしてくれますし、押し出しがとにかく強いんで、それに圧倒されてしまうわけですけれども、乗ってしまうと意外とフレンドリーなモデルであるとも思います。その作りを見ると、やはりこれだけのエンジンを搭載するためのフレームだけあって、相当強固に作られているんですよね。スチールフレームなので若干のしなやかさは感じますが、これだけの大排気量車でありながら、このように高速道路を巡行していると安心感もかなり高い、そういう車体に仕上がっていると思います。こういった大型クルーザーなので直進安定性がやわだと話にはならないわけですが、このモデルはね、先ほども言った通り
その車体の重心、特にエンジンの重心がぐっと低いんで、とにかく外乱に強い。ここは路面は真っ平らに見えますが、実際走ってみると大小さまざまなギャップやうねり、そして路面が一部荒れているところなどもあって、比較的ね、そういった特性が分かりやすいエリアでもあるんですけれども、このモデルはこういった外乱に対する強さはもうピカイチだと思います。さすが BMW といった感じがします。フロントフォークに関しては、それほどストローク感はないものの、結構しなやかに動いてくれているなという感じなんですが、私の感じ方としては、リアはね、結構ハードというか、あんまりね、ストローク感がないんですよね。シートはね、たっぷりと横幅が取られた、座面の広い大型のものが採用されているので、乗り心地自体はそんなに悪くはないんですが、リアはね、意外とダイレクトな感触の足回りといった感じがします。これはもちろんタイヤも含めての話なので、そういった印象にどれが一番影響しているのかは分かりませんが、いずれにしてもですね、乗り心地はそんなに前後ともにふわふわはしていないと、結構引き締まったギュッと筋肉質な乗り味といった印象です。それではちょっと車線変更してみたいと思います。これほどシャープに車線変更するというわけではもちろんありませんが、それでも身のこなしはね、本当に軽いといった印象です。この見た目のね、エンジンのこの横幅がすごいんで、そのギャップでそう感じるという部分も多少あるのかもしれませんが、こうして高速道路の車線変更や、緩やかなカーブをこなすぐらいなら本当に楽しくライディングできるといった印象です。先ほどからですね、少し気づいていたことではあるんですが、このモデル確か3000回転ぐらいで最大トルクを発生するというような、そういったね、もう完全なるその低中速重視というか、低速トルク型のエンジンであるわけなんですが、この2000回転に満たない領域というのは、意外とトルク感が希薄なんですよね。今1800回転で80キロでデレーっと流しているんですが、こういう状況だと、先ほども言ったエンジンのバイブレーションは、それなりにというかね、伝わってくるんですけれども、エンジンのね、トルク感はそんなにないんですよね。エンジンが回ってるなというバイブレーションは伝わってくるんですけども、なんとなく車体の方はクラッチを切って惰性で進んでいるような、こうして改めてじっくりと時間をとって乗ってみると、ちょっとね、この面は意外でしたね。これだけね、大きいモデルなので、その部分にはね、特に留意して作られたんだと思いますが、クラッチレバーやブレーキ、そして両足のペダルのタッチなどもすごい軽く作られてるんですよね。なので、走り出してしまえば結構乗りやすいモデルなんだなということが誰でも実感できると思うんですが、ただですね、今日乗っている個体はこれファーストエディションだからなのか、オプション設定のものを取り付けているのかどうか分かりませんが、普通のフットペグではなくフットボードになっているんですね。このモデルにね、フットボードはちょっとね、似合わないというか、あまり良くないなと思うんですよね。というのは、ご覧の通り、水平対向2気筒エンジンが横に大きく張り出しているんで、足元がね、基本的には狭いんですよ。これに対してフットボードをつけてしまっているんで、右足のブレーキペダルに関しては、ちょっと踏むと、ブレーキペダルの先端とフットボードがつらい位置になってしまって、結構ね、微妙な操作がやりにくいんですよね。また左足に関してもシーソー式のペダルになっていて、シフトアップはね、かかとで踏んでということなんですけれども、かかと踏みが慣れていない方はつま先でも操作できるということなんですが、シフトペダルの先端とそのフットボードの先端の距離が近くなってしまって、私の今日の靴だとね、つま先でシフトアップすることはちょっと不可能なんですよね。なのでね、ちょっとこの辺りはね、いただけないかなとは思います。それではいつもの峠道を走ってみたいと思います。路面は濡れていますが、雨は上がったみたいですね。で、まずそのエンジンですが、やはりね、峠道でも、トルクの方はね、本当に
エンジンがある程度回っていればもう余裕しゃくしゃくといった感じ。ちょっとでもこうスロットル開けるとドドドという音とともに本当にトルクの塊となって突進していくといった、とてもね力強い印象ですね。ただ高速道路でコメントした通り、今ね3速で2200回転、3速ぐらいだといいんですが、例えばちょっと意地悪して今5速で1350回転、速度はだいたい50キロぐらいですかね。これぐらいだと、やはりねちょっと分かりますかね、映像からでもね、こう決してね、もうエンジンはとにかくうまく制御されてるんで、これでエンストするということはないんだとは思いますけれども、やはりねちょっとこうガクガクというか、そういった振動が伝わってきて、峠道の上りなんでエンジンの負荷が高まっている状態、なおかつちょっとね意地悪して5速に入れてるんで仕方ないんだとは思いますが、やっぱりねちょっとトルク感がね薄いかなという感じがするんですよね。私もずいぶん昔なのでもう記憶が曖昧なんですが、ハーレーの例えばねエレクトラグライドのウルトラとか、あの辺りのビッグツイン系の大型ツアラーなんかだと相当意地悪な使い方をしても、こういった感触はねあまりなかったように記憶しているんですが、エンストすることはないとは思うんですけども、ちょっとねやっぱりトルク感が薄いというか、排気量があるんだから平気だぜっていう、そういう感触じゃないんですよ。もうちょっと意地悪して、今6速に入れましたけど、6速で1200回転、これでもねこのようにエンストすることはないんですけども、そして実際にはねトルクが出てるのかもしれないんですけども、乗ってるライダーにはそのトルク感というかね、それがちょっとね希薄という感じがするんです。この辺りがね許容できるかできないかは、人によるのかなという感じはします。はい、じゃあね今適切なギアというかね、今4速までシフトダウンしましたけども、これぐらいになってくるとね、さすがに排気量なりのたくましさが前面に出てくるという感じですけどね。